ディッシュビットはお皿やトレイなどくぼみを彫り込む加工に適したビットです。ディッシュビットは U 溝ビットと違って先端部に平らな面があり、溝の底を平らに切削することができます。お皿やトレイの彫り込み加工をするには、コロチキディッシュビットとテンプレートを使用して行います。お皿やトレイの彫り込み加工では切削範囲が広くなるため、通常のトリマーではテンプレートからトリマーベースが外れてしまうことが多いです。そのため既存のベースプレートに変えて、ベース面を広くした自作のベースプレートを取り付けて加工します。ビットの出寸法はテンプレートの厚みプラス切り込み深さになります。ディッシュビットは切削面が広く切削抵抗も強いので、切り込み深さを控えめにします。コロなしディッシュビットとストレートガイドを使用するとさじ面加工ができます。ストレートガイドをビットにかぶるようにセットします。ディッシュビットは目地払いに使用することもできます。目地払いとは、合板などのパネル材の小口に接着された面材の出っ張りを切削し、パネル材の厚みぴったりに仕上げる加工です。既存のベースプレートに自作プレートを取り付けます。ディッシュビットが突き当たるまでトリマー本体を下げ固定します。切削時のトリマーの傾きを防ぐため、ストレートガイドを併用して加工します。目地払いはストレートビットで切削することも可能ですが、ディッシュビットで行うことでナイフマークがつきにくく、綺麗な仕上がりになります。プレーナービットは浅く広い溝を平らに切削するためのストレートビットの一種で、通常のストレートビットに比べ波長が短いのが特徴です。プレーナービットで段階加工を行うと、通常のストレートビットに比べ切削幅の広い段階も容易に加工できるようになります。
プレナービットを使用し、加工材の両面から段階加工をすると、切削幅の広い補助加工ができます。片面が切削できたら、裏返して反対側を切削します。両面から切削することで加工材の中央に補助を加工することができます。切り込み深さを徐々に深くし、補助を仕上げていきます。コロ付きプレナービットと直定規を使用すると、追い入れの溝加工ができます。波長の短いコロ付きプレナービットとテンプレートを使用すると、長板を取り付けるための溝加工ができます。プレナービットと専用のジグを使用すると平面出し加工ができます。平面出し加工のジグは水平が出ている枠にスライドするボックスを乗せ、トリマーをボックス内へセットし、左右に動かして切削する構造になります。切削のやり方は、トリマーを左から右へ動かしながら切削していき、右端まで切削したら、ボックスは動かさず、左へトリマーを戻します。ボックスを前方へ移動し、再び左から右へ切削していきます。そのように切削することで、トリマーを安全に操作することができます。